ますね。これを丸ごと。さすがに脳筋すぎると思うんですけど、ちょっとその持ち分けるほどの技術もないというか、男なんでね、基本的にでっかいバッグかバッグなししかないので、でっかいバッグにこれを入れています。中はちょっと汚いんですけど、こんな感じでいっぱいあるという感じですね。そしたらこれでメイクしていきます。そしたら最初はこれですね。これもいただいたものなので詳しくはちょっと解説する力がないんですけど、アディクション東京さんのシルキーバームプレミアで肌の凹凸をなくすみたいなイメージで使ってますね。メイクアップベースって書かれてるし、実際これ使うと色とかトーンアップとかはしないんだけど、なんて言うんだろう、ちょっとした肌のデコボコが気にならなくなるという感じですね。ただちょっと使う分量わかんなくてすごいいっぱい使っちゃってるんですけど、普段これは気合い入れる日とかにしかやんないですね。凹凸が気になりそうなところになんとなく塗ってあげて、これを指でいつも伸ばしてます。なんとなく、知りたい人とかいないと思うんですけど、自分のメイクの意図とかがね分かった方が、見るだけにしても真似しなくても楽しめると思うので、一応伝えておくと、一応自分はメンズメイク界では薄くもなく濃くもなく、一番は目立たないメイクしてんなと思われるのだけは嫌なので、ナチュラルメイクっぽい感じでどうにか自分のかっこよさを底上げできないかなという感じになってるので、顔の形自体を変えるようなメイクはしないです、私は。はい、ということで、まず1段階お肌が綺麗になったとわかるかな。でも結構右と左だけで比べたりしたことあったんだけど、結構体感変わるなという感じでお得です。ただちょっと高そうで、ちょっと簡単におすすめはできないんですけど、もらった人はぜひいっぱい使いましょう。なんというね、最低な説明なんだと。で、これがもうほぼないんですけど、よく自分が使ってるやつですね。&B の UV プライマーで肌の透明感出るやつですね。これはちょっと出しすぎ注意です。男の人は特に。やっぱこの色ついてる系とかトーンアップ系は男子がやりすぎると違和感えぐくなっちゃうので、これも一緒です。ただちょっと目周りにちょっと多くつけることが多いですね。あとやっぱ髪染めてからはおでこもちゃんとやる。やっぱ髪染めてるとね、肌が白くないとかっこよくなくねってなっちゃうんですね。これもこういう感じでやったら、もう自分は適当、なんとなくこうやって広げていきます。よいしょよいしょ。でも結構安定してきましたね。前までは毎月新しいの買っては新しい化粧品を試してみて、これいいとかってなってたけど、新しい化粧品を買うことがあんまりなくなって、人にもらったりしたものとかはたまに使ってみるけど、という感じで自分のメイク自体はすごい同じ動作の繰り返しになってきて、ちょっとメイク自体の楽しさは最近薄れてきましたね。逆にちょっと人に写真撮られたりとか、人に会ったりする時とかにのメイクなのがちょっと耐えられないっていう耐えられないまではいかないけど、ちょっと今日何もしてないとかは考えるようになりましたね。はい、だいぶ馴染んできたのかな、自分の体にメイクが。で、次が結構順番適当なんですけど、結構塗る系をいつも自分は先にやっちゃいますね。パウダーとかは後にするのが多い。これね、意外と自分
すめされてちょっと買ってみたらなんか意外といいかもと思ってやってますね。なんかコンシーラーとかよりもちょっとよりクマが消える気がします。てかまあ結局自分はこの後コンシーラーも重ね塗りしていくから、重ねれば重ねる分だけ薄くなるでしょみたいなちょっと理論にはなってしまっているんですけど、で最近学んだこととしてはこうクマ消しだけどこう多少こう外側はここばっかこうやってやるんじゃなくてこう外までこうやってやんないと不自然にここだけ明るくなっちゃうから、こうクマ消してあげるときはこう目の横くらいまでそのやつを伸ばしてってあげるイメージでやるとなんか自然に消せるのと最近気づきました。はい、こんな感じ。まあなんかすっごい変わるわけじゃないけどなんか気持ちいい、ここが明るくなりますね。これはなんか適当な解説で、あとこれももう入れっぱでずっと使ってるせいで何も書かれてないんですけど、これはレナのコンシーラーで初めて紹介した時、このやつを紹介してからまだ1回も買い替えてなくて、あとちょっとでなくなりそうですね。青基本的にはここのところにちょんちょんって2回分ぐらいちょんちょんしてあげて、これを逆側の手で取って塗るって感じなんですけど、自分がポンポンするのはだいたいこの目のところと、はい、目のところと、あとはこの小鼻とひげのところにこうやってなんとなく先に広めといてあげて、これをそれぞれこうやってさっきと一緒ですね。クマの部分を中心にその周りまで進めていくと、はい、ここばっかねこんなにやったらここだけ色変わっちゃうじゃんと思うんですけど、それは自分もちょっと思ってはいますね。なんかでも結構ここにハイライトとシェーディングを最近ガッと入れるから、この下と色が違くてもなんかあんま目立たないかとかね、あと自分が使ってるコンシーラーとかの色が、めっちゃ濃い色、多分女の子とかほとんど使わないようなめっちゃ褐色っぽい色を使ってるから、自分の肌と似たような色であんまり目立たないのかもしれません。でもレナのコンシーラーは結局こんだけ使ったけどめっちゃ良かったな。なんか正直リピートでもいいかなと思っているコンシーラー、そんぐらい好評ですね。変える必要ないかなっていう。はい、そしたらこのバナナの赤身とこのちょっとね男の子の気になるおひげをこれで先に隠しますと、前まで結構こことかにもやってたんだけど、なんか午後のテカリが気になりすぎて、なんか汗いっぱいかくところはあんま塗らなくていいよという風になりました。はい、バッチシ。今のがルナのコンシーラーで、そしたらもっとやるときはこのなんだっけ、セザンヌのコンシーラー、これめっちゃオレンジのコンシーラーなんだけど、これとかを目の下にやるときもあるんですけど、最近はなんかそこまで必死にクマ消さなくてもいいかというか、あったら意外と気にならないタイプなんですよ。自分のクマってこう映像で見るとすごい濃いんですけど、あったら意外と気にならないし、チャームポイントがということで、次がハイライト。これがゲートの 3D なんだっけ、 3D クリエイトニュアンスパウダーの EX3。 これめっちゃいい。男の子はハイライトとシェーディング最初とりあえずこれでいいかなっていうぐらいこれ万能ですね。ハイライトとシェーディングセットでこれもついてて、ハイライト取ってあげたら、まずこのおでこのところ、人間のね基本的に飛び出てるような箇所をキラキラさせとけば、こう鼻からがね立体的になって美しくなるわけでして、鼻も失礼しました、鼻にもやっていくと。はい、
シェーディングの方さささってやって、これは自分はこうなんか教科書みたいなのにはこうやって入れろって書いてあるんですけど、ちょっと技術力があんまないので、普通にこのさっきハイライト入れた方骨の下と、ここのなんて言うんだろうな、ここがシュッと、痩せてる人ってここシュッとしてるじゃん。それを再現しようと思って、こっちをこうカクとやってあげると、なんか右と左で比べると、なんかこっちの方が見ててね、こっちの方がなんかすっきりした風に見えるはずで、もっとやると顎の下からこの耳のところもうやりますね。で、余った分でここに入れてあげる。やりすぎると全部黒くなっちゃうんですけど、こうやってやってあげるとちょっと顔が削れて見えるからおすすめですね。はい、で顎はかぶるくらいまでやっちゃってもいいと思います。はい。でこれがね、すっごい変わると思っている。自分的にはやっぱりシェーディングがすごい、シェーディングハイライトが一番こう顔の変化をすごいわかるなと思っていると、左右で塗り分けてみたけど、あんまりわかんなかったら申し訳ない逆側も同じようにやっていくと。ちょっと今自分ずっとスマホの画面見ながらやってるから、ちょっとね、いいわけねこれいつもより見づらくのと、どんぐらい濡れてるかがわかんないから、その勘で濃さやってるから、ちょっとめちゃくちゃメイク濃かったり薄かったり部分的になったりしてると思うんですけど、ちょっと申し訳ない。画面をね見てるんです。今みんなの目が合っているはず。はい。そうで、これは大まかなハイライトとシェーディングに使って、この後もうちょっと細かいハイライトシェーディングはこのジュディ・ドールさんのメリアリーパレット05番エアリーカバートンフェイスカラーということで、それもこれはジュディ・ドールさんが出してる筆を使ってます。セットで売ってたやつで、これが大体なんかこんな感じになってて、結構なくなってきてるね。コンシーラーハイライト3つとシェーディング1個で、これは色濃いから自分はコンシーラーっぽく使ってるんですけど、まずこの色濃いやつ、これを取って、さらにこの目の下をやっていくと、クマをね。はい。でこれほどだけやると結構さすがに自分のクマでもこう目立たなくなってきますね。はい。これは結構全体にやってもいいんですけど、ここは結構部分的にこうクマが濃い部分をなぞりますね。あとはこのコンシーラーはこの眉毛の下と上をこう軽くやってあげると、眉毛がくっきり見えてキリッとした雰囲気になりますね。
い感じになります。あと口角が上がって見えるって言ってた気がする、自分が見た人は。はい。でそしたらさっき言ったピンクのこれでお花の先をちょっとね赤くしてあげます。赤くじゃないな、明るく、よりここがシュンとして見える。でこれは小鼻をもうちょっと目立ちづらくするのにも自分は使いますね。はい、よいしょ。バッチシなのでは。で最後シェーディング黒かったやつを、ここの彫りをまず深くする。こっち側も深くすると、よいしょ。結構ここはちょっと今ちょっとここ部屋が暗いから濃いめにやろうかなと思ってるんですけど、鼻の下とあとちょっとこのさっきハイライト塗ったところのちょっと上あたりを黒くしつつ、鼻のねラインを沿ってあげて、ここですね、人中の上のところやると中顔面っていうのかな、圧縮されて綺麗に顔が中心に寄った形に見えると聞きました。あとはこれ目のラインをこうやってやってあげるとなんかわかんないけどいいんですね。ここくの字っぽくすると若干こう目が大きく垂れ目にはっきりした目になるのかな、垂れ目で。ちょっとこれはあんまり効果よくわかってないけどやってるからやりますと。はいはい、ということでこれ結構だいぶ変わってきたんじゃない、こんだけやったら。でそうしたら結構終盤に入ってきましたね。そしたら次が目ん玉ですね。目ん玉というか目で、これ結構もうなくなりそうだから買い倒そうと思ってるんですけど、アイフォリックさんの出してるなんかこう涙袋のコンシーラー、明るいハイライトっぽいのと、この逆側ね壊れてるんですけど、こっちがペンタイプのシェーディングですね。これがちょっとピンクっぽい色で、これを目にやっていくと。はい。で自分最近気づいたんですけど、この向きに引くよりもこっち向きとこっち向き、外から内に描く方がこう目ってやりやすいっていう、これ結構ね、これマジ結構変わると思うからやってみてほしい。そんなんやんなくても描けるよっていう人はいっぱいいると思うんですけど、自分みたいな不器用な人はね、こう内側から何回かに分けてやるんじゃなくて、外側からだと思ったよりこう一発でビーっていけるから、ぜひぜひチャレンジしてみてね。YouTuber みたいな言い方、チャレンジしてみてねと。ちょっと見づらいので鏡を使って確認と。でも悪くないんじゃない、ほらこんなほとんど鏡も見ないで描けるっていうね、これ優れものなんですね、この案が。でその下をこの色のついてる方で影を作っていくと。で目はこうちょっと薄ばめてあげるといいですね。でこれは引きすぎるとエッグイクマみたいになっちゃうので、濃くなりすぎないようにね。でなんとなく伸ばしてあげたら綺麗なお目目の完成と。これはね意外とバレないですよ、男の人。目のメイクは肌の色自体変えたりとか、あとやっぱハイライトシェーディング、自分は正直ちょっと濃いめだけど今日はこれバレるんですけど、目はねマジバレないからやってみておくれ。であとは、眉毛やっていきます。眉毛これ100均のやつで、この逆側のブラシはなんかわかんない、使ったことないけど多分こうやって毛流れを整えるやつです。やったことないです。でこれは自分はあんま書き足したりとかしないですね。均一で結構濃いので、自分はこう輪郭を取ってあげてくっきりした印象にするために眉毛は追加で描いてるって感じですね。だからこう輪郭をなぞって、あとは、若干こう外側に伸ばしてあげたいかな自分は、という感じで使ってます。で濃すぎるとおかしいので、こう手でねシャシャシャと
ますね。これあんま気分によるんですけど、これがなんていうんだっけ、こういうのアイブロウから色つけるやつですね。髪色明るいのもあって、こう若干、これは何色だったか忘れたんですけど、なんだったっけな、ダークグレージュ、こう若干茶色っぽくする感じの色を入れてあげるとなんか変わるかもっていう感じですね。これはやんない日の方が多いですね。なんでやるねんっていう今。なんか太眉になったのミスったかやんなくていいかもちょっとだいぶこう眉になっちゃったんですけど、まあちょっと最後まあ今日は前髪ありの部屋にしようと思ってるから許してくださいという感じですねミスったあとはこれがアイライナーなんだっけ、わかんない、ちょっと会社の名前わかんない、ドンキで買ったアイライナーなんですけど、レジ横にあった。これで自分はほくろを上からちょんちょんしてあげて、こう下地とかで薄くなったほくろを濃くしてあげることで、こう顔の透明感がすごい出るから、これは結構大事な工程ですね、自分のメイクの中でも。はい、結構変わりますね。これはおすすめです。なんか結構変わると思っている。で、まあ気分によってここにあるちっちゃいシミみたいな、まあほくろみたいなのを上からちょんってやってあげると、映ってんのかな、元のカメラでなんかここら辺に見えないかな、まああるんです、見たら。だから1役をやってあげます、0役じゃなくって。はい。でこれはちょっと出づらくなるので、出づらい時は手とかに出してあげて、ちょっとなかなかここはねマジ難易度高いんです。ちょっとミスったこれ難しいんです。よいしょ。ちょっと書けないから諦めていい。これなんか全然出ない時あるんですよ。どういう理論か分かってないけど、いけそう。まあちょっとうまくいかなかったんですけど、若干だけなんかできましたね、出来物みたいなのが。はい、これであと最後唇に色を出して完成という感じですね。よいしょ。まずリップ取りで保湿系のリップを塗ってあげる。今日は照明あるから結構血色感あって、別にこのままでもいい感じなんですけど、一応色をつけてあげましょう。はい、よいしょ。ちょっと待ってね、あっちに置いてきちゃったリップ。そしたらリップの色付けはこのロムアンドのリップ使ってますね。グラスティングから05番リムマウウェイみたいな
が最初と結構変わってると自分では自認しているんですけど、どうなってますかね。眉毛がすごいですね今日ははい、これ照明なんです一応。はい、こんな感じで私はいつも顔をやって整えてるわけなんですね。で、一応最後に完成版ということで髪の毛をセットしようかなと思います。セットって言っても適当に前髪作るだけなんですけど、はい、で髪はね今こんな感じでアイロン使ってこの後ろの毛を持ってきて前髪を作るっていうヘアに最近すごいハマってて、それをやろうかなと思います。ちょっとサムネになるかもしれないからペン持っとくか。筆にするか。筆あれだもんね、メイクっぽいもんねごめん、付き合ってみんな。大事だからさ、サムネ。はい、ということでこれが採用されたかどうかは私も知りませんと。はい、で温まったのでこのアイロン使ってやっていくんですけど、前髪作るときはですね、だいたいこの後ろのここら辺の毛をつまんであげて前にこうどうぞどうぞという感じで持ってきますね。ちょっと今日は前髪が分かりすぎててうまくできないかもしれないんですけど、ものは試しということでちょっとまずいな全くもって前髪に生まれようというやる気がない。前髪なくてもいいんですけど、最近流行っている自分の中での髪型を再現したいんだよな。これをこの木のこれしかないんだよな今、ヘアブラシが。いい感じなんじゃない。こういう薄い前髪を最近はやってます。あとちょっとだけこっちからついてくるかな。よいしょ。どうです髪長いなと思ってるんですけど、最近はよいしょ、先に分けとくことでなんかこの分け目が逆にいい感じかなみたいな思ってます。よいしょ。いいでしょう、こんな感じで。本当はここはもうちょっと後ろにこうしてあげたいんですけど、これが中途半端な状態からできる限界ということで、よいしょ。ということでこれが完成版です。はい、メイクもするとちょっといい感じでしょ。メイクと髪をセットしたらこんな感じで最近はずっとさっそうと歩いております私は。はい、お見せする時間はこんな感じでいいかなぜひおすすめのコスメとかメイクの仕方とかアドバイスがあったらいっぱい教えてください。